皆様ごきげんよう、宮間めさのです。最近動画が長すぎて編集や調査だけでもすごく大変ですので、短めの漫談解説動画を始めていくことにしました。本日の一席は戦艦春菜です。戦艦春菜の特徴といったら、高くそびえるお城のような環境もそうですけれども、やはりリーゼントのような突き出した防空式場が最大の特徴でしょうね。ポンパドールか。そしてこちらのいかつい構造物は遮風装置というもので、遮風装置はエアカーテンを作って向かい風を緩和するという目的がありましたが、春菜の遮風装置は日本の軍艦の中でも多分一番ごつい形状をしています。今後との比較も置いときますね。何ですかこの音は。何？敵艦隊だと。前方に野生のオルデンドルフ艦隊を発見。敵艦発砲。総員衝撃に備えろ。野生のオルデンドルフ艦隊程度に遅れを取るとは。見張り員は何しとるんじゃ。こらー、おまんじゅうたち、何ぬくぬくと段ボールに入ってるんだ。これから視聴者の人に会いに行くって。おまんじゅうたちのぬいぐるみは現在税込み5000円で販売中となっています。売れ残ってしまいますと私が引き取ることになっていますので、売れ残ることはあまり考えたくないですね。こんなことしている場合じゃありませんね。点出して撤退していきましょう。通りか失敗急げ。混合型戦艦は高速戦艦と言われていますが、本質的には巡洋戦艦です。帝国海軍の巡洋戦艦の役割は、戦艦同士の対決の前の野戦で水雷戦隊を支援して、翌日の艦隊決戦で戦艦として参加するという役割がありました。ただ速力が優れていますので、格上の戦艦相手には逃げるというのも手でしょうね。混合型戦艦は30ノットの速力を誇りますので、十分振り切れると思います。敵の砲弾が後部甲板に命中。おまんじゅうたち、後で救助しておきます。メサコー、後で救助しておきます。プーじゃねえよ。おまんじゅうたち、修理を急げ。応急修理が完了したい。反撃を開始せよ。戦艦春菜に搭載されていたのは36産地砲、厳密には 35.6 産地45口径連装砲が4機搭載されていました。巡洋艦相手でしたら圧倒できますが、こちらは一隻ですので反撃していきながら撤退していきましょう。また春菜の副砲には 15.2 産地50口径単装砲が16門搭載されていましたが、最終時には広角砲を増設する代わりに8門に減らされてしまっていますね。撃てー。ちょっと4番砲と弾が出てねえだろ、この弾なしが。実は春菜の4番砲塔はマリアナ沖海戦で受けた爆弾のダメージの後遺症によって振動が発生してしまい、照準がつけられないという現象に悩まされてしまいました。今回も運悪く影響が出てしまったが、一応三軸運転をすることで振動も収まったようですが、これによって最高速力も 26.5 ノットをなんとか発揮できるかという状態になってしまいました。春菜は結構ボロボロな状態で最終決戦のレイテに赴くことになってしまったんですよね。ただバーチャラメ港の艦隊も低速だったようなので、なんとか振り切れたようですね。さすが本来は日本戦艦最速の速力があった春菜なだけありますね。あとはこんなこともあろうかと船体に迷彩を描いたのが良かったのかもしれません。これは実際に春菜に施された迷彩で、1915年に行われた演習の際に試験的に春菜に導入されたようです。ただその後採用されることはありませんでしたので、この時はあまり効果を見出すことはできなかったようですね。一応効果を検証してみましょうか。これはやっぱり効果はなさそうですね。むしろ後のミオになってプラモ作りに発狂する可能性があったことを考えますと、結果的に廃止になったのは良かったのかもしれません。春菜は一応最終的には迷彩が施されるようにはなりましたが、それは連合艦隊が壊滅状態になってしまった1945年以降の話でした。さて、春菜は混合型の中では地味ながらも比叡の次に艦用の変化が激しかった船であることは間違いありません。ということでしばらく敵襲もないかと思いますので、ここで春菜のこれまでの艦用をこのバーチャル空間で振り返っていこうではありませんか。戦艦春菜が竣工したのは今からなんと110年近く前の大正4年1915年の
4月19日のことでした。なんか鬼滅隊とかが鬼をぶん殴っていた時代ですね。1番艦の金剛はイギリス生まれ、2番艦の比叡は日本で建造されておりますが、イギリスからの支援のもと建造に至っています。3番艦の春菜と4番艦の霧島からは7割の材料が国産で賄われたとされており、手法も国産化されています。また手法とは滑らかな形状となっており、これは金剛と春菜を見分ける大きなポイントになりました。春菜の竣工の際にはいざこざがありまして、春菜の建造を担当した川崎造船所と霧島の建造を担当した三菱長崎造船所とが国内の造船所同士で喧嘩競争を始めてしまったことでも知られています。そして春菜の竣工の遅れに責任感を強く感じすぎてしまった川崎側の臓器工作部長が自害するという不幸な出来事が起こってしまったのです。そのため海軍は両者に配慮することになり、春菜霧島が竣工した日を共に1915年の4月19日と同じ日にすることにしたのです。竣工直後の春菜は3本の煙突やシンプルな艦用が特徴的でしたが、射程距離が長くなった近代的な海戦に対応するために設備が増強されていくことによって高くそびえる環境が備えられるようになりました。こちらは第二次改装を得た1937年頃の春菜の姿を復元したもので、大戦中の春菜とはまた異なる艦用となっています。高くそびえる環境を持っていた戦前の春菜は美しい艦用とも言われておりましたが、船のバランスは若干悪かったようで、他の姉妹艦よりもかなり波をかぶって航行していたと言われていますね。また見た目だけでなく、春菜は姉妹艦の中で最も最初に大改装を受けたため、開戦前の段階では春菜が最も旧式な射撃システムを備えていました。後部環境には主砲の測距機や副砲射撃所といったように複雑に構造物が入り乱れているのが特徴でした。しかし戦争中の1943年の2月頃に金剛と同じような形に改装を受けることになります。この古い感じもいいと思うんですけどね。このように春菜は3番艦でありながらも、最新設備の導入は春菜が一番最初にされることが多く、割と長女的な扱いを受けることも多かったようですね。何ですかこの音は。あ、敵の爆撃機の編隊が接近中。総員、対空戦闘用意。しまった。この姿の春菜には対空兵器は広角砲以外ほとんど搭載されておりません。ご安心ください。春菜は沈んでおりません。春菜はエンタープライズにこそ及びませんが、アメリカ軍から何度も撃沈や撃破されたと誤って戦果報告をされたことでも知られています。最初は1941年の12月11日、フィリピン沖で航行していた春菜を沈めたということが報告されますが、この時、春菜の綴りを平沼と誤って掲載してしまったことで、戦艦平沼という謎の戦艦を沈めたと報道されてしまったのです。さらにルソン島に艦砲射撃を行っていた戦艦に爆撃機の B17 が命中弾を与えて撃破したというニュースが報じられ、ここでは春名型戦艦が戦果として報道されています。B17 の機長だったケリー隊は部下を6名脱出させた後に体当たり攻撃を行ってこの春名型戦艦を沈めたというところまで話が大きくなってしまい、当時の米軍の最高位の勲章を受けることになりました。もちろん春名は沈んでおらず、そもそも別の作戦に従事しておりましたので、全く別の巡洋艦が試金弾を受けたというのが真相のようです。さらにミッドウェー海戦では多数の試金弾を受けたことで同様に戦果誤認されてしまった可能性があります。ただ劣勢の戦いとなったマリアナ沖海戦ではついに春名は爆弾の直撃を食らってしまい手痛いダメージを受けると、その後遺症によって満足な速力を出すことができなくなってしまったのです。その結果、サマール沖海戦では、金剛とは違って活躍することはできませんでしたが、1日で爆弾30発以上を回避していくなど、機動力はある程度健在だったようです。このように何度か撃沈や撃破したと報じられ続けた春名でしたが、1945年7月28日の呉空襲によって多数の爆弾を被弾。アメリカ軍はついに戦艦春名の撃沈を報告して、ようやく海戦諸島の誤報の修正を行うことになりました。しかし実はそれでも春名はかろうじて沈んでおらず、大破着底しながらも混合型戦艦4隻の中で唯一の残存艦となったのでした。
以上が漫談解説動画でした。このコーナーでは短い時間でなんとなくその船のことが理解できるような動画をお届けしていく予定になっています。海外向けに動画も発信しておりますので、あまり軍艦に興味を持っていない人でも楽しめるようなね、そんな体裁でやっていこうかなというふうに思っております。混合型戦艦の詳しい動画については概要欄の以前制作いたしました長編動画もよろしければご覧いただければなと思います。また、宮豆さんの帝国まんじゅう店が期間限定でオープンしております。私のチャンネルで毎回活躍しておりますおまんじゅうたちのぬいぐるみが現在税込み5000円で販売しておりますので、もしよろしければこちらのサイトも覗いてみていただけますと幸いです。売れ残ったら引き取る契約になってしまっておりますので、ちょっとおまんじゅうたちが売れないとね、本当に困る。純粋に困ります。海外に発送もしております。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよならさよなら。バイバーイ。